レッスン1、健康維持とお金の節約。健康を維持しながらお金を節約する方法をずっと考えていました。何かアイデアは？それは素晴らしい目標です。一つの選択肢は、ジョギングやサイクリングなどの野外活動を検討することです。ミレニアル世代へのリーチには効果的で、常にオンラインになっています。それは良い計画のように思えます。野外活動はフィットネスの向上に役立つだけでなく、自然を楽しんだり、風景を変えたりする機会にもなります。絶対に。さらに、ジョギングやサイクリングなどのアウトドアアクティビティには通常、料金はかかりません。健康でアクティブな状態を保つための予算に優しい方法です。それは本当です。もう一つの選択肢は、オンラインのワークアウトクラスやフィットネスアプリを探すことです。多くのプラットフォームでは、自宅にいながらエクササイズできる無料または手頃な価格のエクササイズプログラムを提供しています。それは素晴らしい提案です。オンラインワークアウトは便利で柔軟性があります。自分に合った時間を選んで、自分のペースで運動できます。正確に、プロのガイダンスやさまざまなトレーニングルーチンにアクセスしながら、ジムのメンバーシップやフィットネスクラスにかかる費用を節約できます。レッスン2、栄養と交互筋肉群。私たちは運動に焦点を当ててきましたが、栄養についてはどうでしょうか？健康的なライフスタイルを維持するためには欠かせない要素です。全くその通りだ。適切な栄養は我々の健康全般にとって極めて重要な役割を果たす。適切な栄養素を体に供給することが重要です。まさに、必要なビタミンやミネラルを確実に摂取するには、さまざまな果物、野菜、全粒穀物、赤身のタンパク質、健康的な脂肪を含むバランスの取れた食事が重要です。その通りだ。また、一日を通して十分な量の水を飲んで水分補給をすることも重要です。水は消化、新陳代謝、全身の機能に役立ちます。水分補給は確かに不可欠です。考慮すべきもう一つの側面は、ポーションコントロールです。食べ過ぎを防ぎ、健康的な体重を維持するためには、食事の量に注意することが重要です。絶対に。特に外食時や包装食品を食べるときは、分量を忘れがちです。一食分量を意識することで、より多くの情報に基づいた選択が可能になります。栄養とともに、運動中に筋肉群を交互に並べることの重要性を忘れないようにしましょう。筋肉を適切に回復させ、酷使による怪我を防ぎます。全くその通りだ。筋肉群を交互に切り替えることは、各筋肉群がワークアウトの合間に十分な休息を取れるようにする効果的な方法です。バランスの取れた筋肉の発達を促進し、緊張や怪我のリスクを軽減します。例えば、ある日が上半身を鍛えたら、次の日は下半身のエクササイズに集中しましょう。こうすることで、前に働いていた筋肉に回復する時間を与えることができます。まさに、筋肉群を交互に変えることで、特定の筋肉に過度な負担をかけずに定期的に運動を続けることができます。これにより、より持続可能で効果的なフィットネスルーチンが可能になります。健康やフィットネスの目標達成に必要なのは、栄養と運動の適切なバランスを見つけることです。両方の側面に注意を払うことで、健康を最大限に高めることができます。レッスン3、ユニークなショップセレクション。ショップごとにサプライ品の品揃えが違うことに気づいたことはありますか？
はい、私も気づきました。様々な店舗が様々な顧客のニーズにどのように依られているかは興味深いことです。絶対に。それは私たちに新製品を探求し、発見する機会を与えてくれます。それはいい考えだ。自分のコンフォートゾーンから出て何か新しいことに挑戦するよう励ましてくれます。まさに、私たちの生活には多様性を受け入れることが重要だと思います。それは物事をエキサイティングに保ち、知識と経験を広げるのに役立ちます。それは本当です。さらに、地元の企業や職人を支援する素晴らしい方法でもあります。確かに、彼らから購入することで、私たちは地域社会の成長に貢献します。そして、他では見つけられないユニークで高品質なアイテムに出くわすかもしれません。それが様々な店で買い物をすることの魅力です。私たちは多種多様な商品を手に入れることができます。絶対に、新しい店に足を踏み入れるたびに宝探しに行くようなものです。完全に同意します。どんな宝物が見つかるかを見るのは魅力的だ。また、各製品の背後にある職人技と創造性に感謝するようになります。間違いなく、私たちは購入するアイテムの背後にあるストーリーやインスピレーションについて学ぶことができます。それは私たちのショッピング体験に深みと意味を与えます。絶対に。ですから、これからも地域のユニークなお店を探求し、サポートしていきましょう。同意した。これは私たちと地元企業にとって双方にメリットのある状況です。間違いなく、新しくてワクワクする商品を発見する習慣をつけましょう。次のショッピングアドベンチャーをもう楽しみにしています。私も、この街に隠された見どころに目を光らせておこう。絶対に、常に何か新しくてワクワクするものが発見されるのを待っています。レッスン4、旅を成功させるための最後のヒント。旅行を成功させるための最後のヒントはありますか？はい、そうです。必要な重要なスキルの一つは適応力です。それは本当です。さまざまな状況に適応できることは、大きな違いを生むことができます。絶対に。物事はいつも計画通りに進むとは限りませんが、柔軟性を保てば素晴らしい旅をすることができます。同感です。バックアップ計画を立て、変化を受け入れることが重要です。もう一つのヒントは、地元の習慣や伝統について調べることです。それは良い点です。現地の文化を尊重することは、人々とつながり、旅をより有意義なものにするのに役立ちます。間違いなく。また、意図しない誤解や違反を防ぐのにも役立ちます。本当。そして、荷物を軽くすることを忘れないようにしましょう。旅行がずっと便利になります。絶対に。必需品だけを持参し、不要なものは避けてください。もう一つの便利なスキルはナビゲーションです。現地の交通システムに慣れてください。その通りだ。効率的に移動する方法を知っていれば、時間とストレスを大幅に節約できます。また、必要に応じて恐れずに助けを求めてください。地元の人は大抵フレンドリーで、喜んで手伝ってくれます。
それは良い点です。また、地元の人々と交流することで、貴重な洞察や推奨事項を得ることができます。絶対に。彼らは最高の隠れたスポットや地元の観光名所を知っています。最後に、心を開いて、新しい経験を取り入れてください。旅行とは、視野を広げることです。これ以上は同意できませんでした。好奇心と学習意欲を持って旅に臨みましょレッスン後、インスピレーションを得るためにミーティングをスケジュールする。インスピレーションを得るためのミーティングの予定はもう決まっていますか？まだですが、そうするつもりです。新しいアイデアや視点を得るのはいつも新鮮です。同感です。創造的で刺激的な人々に囲まれていることは、私たち自身の創造性を刺激します。間違いなく、学び、成長する機会を探すことが重要です。絶対に、私たちが目指すことを達成した人々に手を差し伸べるべきです。それはいい考えだ。彼らの経験から学ぶことで、貴重な洞察を得ることができます。また、私たちの興味に関連するワークショップやセミナーに参加することも有益です。本当。これにより、構造化された集中的な環境の中で、新しいスキルと知識を身につけることができさらに、ます。この分野の専門家が書いた本や記事を読むことで、インスピレーションを得ることができます。これ以上は同意できませんでした。本には私たちを様々な世界に連れて行き、視野を広げる力があります。それは本当です。それらは私たちの想像力を刺激し、新しいアイデアに火をつけることができます。インスピレーションを得るもう一つの方法は、美術館を訪れたり、コンサートに参加したりするなど、様々な芸術形式を探索することです。絶対に、アートには私たちの魂に触れ、感情を呼び起こす方法があります。そして、自然を忘れないようにしましょう。屋外で過ごす時間は、信じられないほど刺激的です。それは素晴らしい点です。自然は私たちに美しさ、静けさ、そして不思議な感覚を与えてくれます。そこで、インスピレーションを得るためにミーティングのスケジュールを立て、創造性を刺激する様々な方法を模索することを優先しましょう。同意した。学び、成長し、インスピレーションに囲まれる機会を探しましょう。そうすることで、私たちは進化し続け、仕事や生活に新鮮なアイデアをもたらします。新しく見つけたインスピレーションが私たちをどこに導いてくれるのか、ワクワクしています。レッスン6、意味のある通知。携帯電話の一部の通知が意味をなさないように見えることに気づきましたか？はい、私もそれを経験しました。かなりイライラすることがあります。まさに、つまり、有益な情報を提供しない通知を受け取っても意味がありません。完全に同意します。通知が適切で意味のあるものであれば、はるかに役に立ちます。間違いなく、開発者は私たちの生活に付加価値を与える通知の作成に集中すべきだと思います。絶対に。自分にとって重要なものだけを受け取るように通知設定をカスタマイズできたら素晴らしいと思います。それは素晴らしいアイディアだ。パーソナライズすれば通知の効果が格段に上がります。また、毎日受け取る膨大な数の通知を減らすのにも役立ちます。
それは本当です。時々、本当に必要のない通知がスマートフォンで絶えずブーンという音を立てているような気がします。共感できます。開発者にとって私たちに常に情報を提供し続けることと通知で圧倒されることのバランスを取ることは重要です。間違いなく、通知の品質と関連性を向上させることで、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。絶対に。本当に重要な通知を受け取れば、私たちの生活はより簡単になり、生産性も上がるでしょう。これ以上は同意できませんでした。開発者がこれを考慮に入れて、通知をより意味のあるものにすることを期待しましょう。はい、通知がスマートで、関連性が高く、本当に役立つ未来を期待しましょう。絶対に。これにより、電話をより楽しく効率的に使用できるようになります。これ以上は同意できませんでした。今こそ、通知がゲームを強化し、本当に価値のあるツールになる時です。よく言った、アナ。意味のある通知が満載の未来へ。レッスン7、盛大な夕食でお祝いし、贈り物を交換する。ホリデーシーズンが近づいていて、私たちがどのように祝うかを考えずにはいられません。はい、素晴らしい時期です。休暇中は普段どのように祝いますか？さて、私の家族と私は一緒にたっぷりの夕食を作り、贈り物を交換します。それは素敵ですね。たっぷりの夕食を作ることは、家族や友人を集めるのに最適な方法です。間違いなくそうです。私たち全員が食事に貢献し、それが共同作業になってしまう。それは素晴らしいです。料理をしたり、食事を分かち合ったりすることから生まれる一体感を楽しんでいます。そして、贈り物を交換することは、私たちが従っているもう一つの伝統です。それはお互いへの愛と感謝を示す方法です。同感です。贈り物を贈ったり受け取ったりすることは、感謝と愛情を表現する意味のある方法になり得ます。絶対に、心のこもった贈り物を受け取った人の顔に喜びを感じるのは、いつも心温まるものです。本当にそうです。与えるという行為は、与える側と受け取る側の両方に大きな幸福をもたらすことができます。それは本当です。ホリデーシーズンにワクワク感と温かさを添えてくれる伝統です。これ以上は同意できませんでした。盛大な夕食でお祝いをしたり、贈り物を交換したりすると、大切な思い出が生まれます。確かに、一緒に美味しい料理を楽しみ、お互いへの愛を示す時です。レッスン8、テレビ番組への共通の情熱。テレビ番組に対する同じ情熱を共有できて嬉しいです。これは素晴らしい会話トピックです。絶対に。最新のエピソードについて話し合ったり分析したり、お互いに番組を推薦したりするのが大好きです。私も、詳細を掘り下げたり、理論を共有したり、キャラクター開発について議論したりするのはワクワクします。同じような興味を持つ他の人々とつながることができるコミュニティの一員であるようなものです。まさに、テレビ番組は文化的な現象となっており、会話の共通点となっています。そして、誰にとっても何かがあります。犯罪ドラマからファンタジーシリーズまで、あらゆる好みの番組があります。
それがその美しさです。様々なジャンルを探求し、新しいストーリーや視点を発見することができます。また、ストリーミングプラットフォームのおかげで、世界中の番組の膨大なライブラリーにアクセスできます。テレビ番組がどのように進化し、より多様で包括的になったかは驚くべきことです。絶対に。彼らには、楽しませ、教育し、さらには重要な会話を促す力があります。それは本当です。彼らは社会問題に取り組み、共感と理解を促進することができます。テレビ番組が私たちの注意を引き、キャラクターに感情を込ませることができるのは魅力的です。確かに、ストーリーテリングの力と、作家、監督、俳優の才能の証です。これ以上は同意できませんでした。テレビ番組は私たちの文化の重要な部分を占め、インスピレーションの源となっています。よく言った、アナ。私たちのお気に入りのテレビ番組について、もっと魅力的な会話をたくさんしましょう。レッスン9、独立したベッド。ベッドを分けた方がいいと思います。そうすれば自分たちだけのスペースができます。わかりました。独立したベッドがあると、より快適でパーソナルな空間が得られます。はい、日中の生産性を高めるには、ぐっすり眠ることが不可欠です。便利なように、ベッドを2台離して配置することもできます。それは実用的な解決策のように思えます。それは私たちに個別の寝室を与えるでしょう。また、個人の好みに合ったマットレスや枕を選ぶこともできます。正しい。安らかな眠りには快適な寝具が重要です。さらに、独立したベッドを用意することで、お互いを邪魔することなく、様々な睡眠習慣をとることができます。まさに、私たちはそれぞれ睡眠パターンが異なり、こうすれば自分のスケジュールを維持できます。健康的でバランスの取れたライフスタイルを実現するには、個々のニーズに優先順位をつけることが重要です。同意した。独立したベッドは、私たちが必要とするスペースと快適さを提供します。レッスン10、リフレッシュアップ。朝のミーティングがあって、始まる前にリフレッシュしたいです。それはいい考えだ。重要な会議では、気分を良くし、見栄えを良くすることが重要です。はい。さっとシャワーを浴びてみたしなみを整えることは良い印象を与えることができます。プロ意識を反映した適切な服装を選ぶこともできます。絶対に、適切な服装をすれば、細部への敬意と注意が伝わります。歯を磨き、うがい薬を使って新鮮な息を吸うことを忘れないでください。良い点です。効果的なコミュニケーションには、公共衛生を維持することが不可欠です。時間があれば、会議の議題を確認したり、必要な書類を作成したりすることもできます。はい、しっかりと準備しておけば、会議中に効果的に貢献できます。そして、落ち着いて準備をするために、数分早く到着することを忘れないでください。正しい。時間厳守はプロ意識と他人の時間への敬意を示しています。君はきっとその会議で大活躍するだろう。頑張ってね。ありがとうございます。ご支援に感謝します。レッスン11、趣味と読書。
アンナ、他に趣味はありますか？さて、私はフィクション小説を読むのが好きです。彼らは私を様々な世界に連れて行き、想像力をかきたてます。あなたはどう、ジョン？読書は素晴らしい。語彙を増やし、語学力を向上させる素晴らしい方法です。絶対に。さらに、長い一日の後にリラックスしてくつろぐのに最適な方法です。これ以上は同意できませんでした。魅惑的な物語に夢中になることほど素晴らしいものはない。それは本当です。本が私たちを様々な時代や魔法の領域に連れて行ってくれるのは興味深いことです。それが文学の美しさです。それは私たちが自分の現実を超えたことを体験することを可能にします。まさに。そして、それは娯楽だけではありません。本は私たちに貴重な教訓を教え、新しい視点を与えてくれます。絶対に。読書は視野を広げ、異なる文化や視点を理解するのに役立ちます。だからこそ、私はいつも多様な作家やジャンルの本を読むようにしています。世界をより深く理解するのに役立ちます。それは素晴らしいアプローチだね、アンナ。さまざまなテーマやアイデアを探求するには、多様な読書リストを用意することが重要です。間違いなく。じゃあ、最後に読んだ本は何ですか、ジョン？最近、火星人という SF 小説を読み終えました。火星を舞台にしたスリリングな冒険でした。ああ、あれは聞いたことがある。魅力的に聞こえるよ。それを読書リストに追加するよ。私はそれを強くお勧めします。著者は科学とサスペンスを融合させるという素晴らしい仕事をしました。絶対にやってみます。推薦してくれてありがとう、ジョン。どういたしまして、アンナ。私と同じように楽しんでいただければ幸いです。レッスン12、ルームメイク。計画のようですね。アンナ、部屋のイメージチェンジを手伝うことができて嬉しいです。ありがとう、ジョン。ご協力に本当に感謝しています。しばらくの間、自分の部屋をすっきりさせたいと思っていました。嬉しいよ、アンナ。私はインテリアデザインが好きで、あなたの空間を変えるお手伝いをさせていただきます。それは素晴らしいです。雑誌やオンラインプラットフォームからいくつかのアイデアやインスピレーションを集めてきました。それは素晴らしい出発点です。自分の部屋をどう見せたいかを思い描いておくことはいつでも役に立ちます。はい、同意します。ニュートラルな色と自然な質感の居心地の良いミニマリストなスタイルに傾いてきました。それは素敵ですね。居心地の良いミニマリストなデザインは、落ち着きのある居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。まさに、自分の部屋はリラックスして充電できる静かな聖域にしたいと思っています。それは素晴らしい目標だと思います。まず、清潔で落ち着いた環境を作るために、スペースをすっきりと整理することから始めましょう。それはいい考えだ。不要になったアイテムがいくつかあるので、整理しておくとスペースが広くなります。絶対に、静けさを保つには、すっきりとした環境を用意することが重要です。片付けが済んだら、私が思い描いているスタイルに合った家具や装飾を選ぶことに集中できます。
それが楽しい部分です。様々な店舗やウェブサイトを探索して、お客様のビジョンに合った商品を見つけることができます。プロセス全体に本当にワクワクしています。最終結果を見るのが待ちきれません。私もワクワクしてる、やりがいのあるプロジェクトになるでしょうし、あなたの部屋はきっと美しく仕上がると思います。レッスン13、清潔さと点検。試してみることにした場合は、その場所の清潔さを必ず確認してください。絶対に、ジョン。特に新しいことに挑戦するときは、清潔さが不可欠です。潜在的な健康問題を回避するために、環境が清潔で手入れが行き届いていることを確認することが重要です。はい、完全に同意します。私たちが訪れたり試したりする場所では、清潔さを最優先すべきです。アクティビティに参加したり、新しい場所を訪れたりする前に、少し時間をとって清潔さの基準を確認してください。いいヒントだね。ジョン後悔するよりは安全である方が常に良い。まさに、施設全体の清潔さ、衛生管理、および施設の状態に注意してください。さらに、レビューを読んだり、信頼できる情報源から推薦を求めたりすることをお勧めします。はい、レビューやおすすめは、その場所の清潔さと質に関する貴重な洞察を与えてくれます。それは本当です。他の人の経験は、私たちの意思決定プロセスの指針となります。また、清潔さについて懸念がある場合は、遠慮なく質問したり、説明を求めたりしてください。間違いなく、情報に基づいた意思決定を行うには、必要な情報をすべて用意することが重要です。清潔さを優先することで、どこに行っても安全で楽しい体験を保証できます。レッスン14、滞在期間。それは素晴らしい質問です。アンナ、滞在期間は、状況や個人の好みによって異なる場合があります。はい、特定の場所にどれくらいの期間滞在するか、アクティビティに参加するかを検討することが重要です。例えば、旅行中の滞在期間は、利用可能な時間、予算、希望する体験などの要因によって異なる場合があります。それは本当です。複数の目的地への短い旅行を好む人もいれば、一つの場所での長期滞在を好む人もいます。まさに、短い旅行であれば、複数の場所を訪れ、様々な文化やアトラクションを体験することができます。一方、長期滞在では、特定の場所に深く浸ることができ、より深く探索することができます。滞在の目的も検討する価値があります。出張の場合は、会議や会議の長さによって所要時間が決まる場合があります。それは良い点です。旅行の目的が滞在期間に影響することがあります。同様に、アクティビティや趣味に従事する場合、滞在期間は、個人の好みや利用可能な時間などの要因によって異なる場合があります。はい。アクティビティによっては、より短い時間が必要な場合もあれば、十分に楽しんで参加するためにより長い時間が必要な場合もあります。最終的に、滞在期間は、個々の状況や好みに基づいた個人的な決定です。それは本当です。様々な要素を考慮し、自分の目標や興味に合った期間を選ぶことが重要です。
短期滞在でも長期滞在でも、時間を最大限に活用し、有意義な体験をすることが重要です。レッスン15、ネットワーク戦略。絶対に、イベントでは素晴らしい人脈ができました。ネットワーキング戦略はどうでしたか？それは素晴らしい。私のネットワーク戦略にはいくつかの重要な要素が含まれていました。共有してください。何がうまくいったか聞いてみたいです。まず、私自身と私の職業上の経歴を簡潔に紹介するために、エレベーターピッチを用意しました。それは賢いアプローチです。よく練られたエレベーターピッチは、強い第一印象を与えることができます。また、つながりたい特定の人々のリストを作成し、彼らの経歴を調べました。事前に調べておくと興味がわかり、有意義な会話をするのに役立ちます。イベント中、私は積極的に他の人の話を聞き、対話を促すために自由形式の質問をしました。積極的な傾聴は、つながりを築き、他者の視点を理解するために不可欠です。その後、必ず連絡先情報を交換し、パーソナライズされたメールでフォローアップしました。人間関係を育み、人々の注目を集めるためには、フォローアップが不可欠です。最後に、関連するワークショップに参加したり、グループディスカッションに参加したりして、ネットワークを広げました。それは素晴らしい戦略です。アクティビティに参加することで、志を同じくする専門家と出会うことができます。レッスン16、質問歓迎。どういたしまして。何か質問があれば知らせてください。ご協力いただきありがとうございます。喜んでお手伝いしてくださることに感謝します。問題ない。私はあなたの学習の旅をサポートするためにここにいます。ご親切にどうぞ。説明が必要な場合は必ず連絡します。わからないことに出くわしたときはいつでも質問することをお勧めします。それを心に留めておきます。質問できる人がいると、学習プロセスが簡単になります。絶対に、質問をすることで理解が深まり、混乱が解消されます。質問が簡単だったり、基本的だったりしても大丈夫ですか？もちろん、学習に関しては馬鹿げた質問はありません。それは心強いですね。当たり前すぎるのではないかと心配して、質問するのをためらうことがあります。心配しないでください。質問をすることは、あなたの好奇心と学習へのコミットメントを示すものです。励ましてくれてありがとう。必要に応じていつでも説明を求めます。それが精神です。覚えておいてほしいのは、学習は旅であり、質問はその中でも欠かせないものであるということです。ご支援とご指導に感謝します。自分の学習プロセスに自信が持てるようになりました。それを聞いて嬉しいよ。良い仕事を続けてください。助けが必要な時はいつでも遠慮なく尋ねてください。レッスン17、アプリケーションの成功を祈る。アンナ、新しい仕事に応募するって聞いたよ。手続きはどうなっているの？やりがいはありましたが、前向きな姿勢を保っています。私はいくつかの申請書を提出し、今返事を待っています。
それは嬉しいですね。ご応募の成功をお祈りします。ありがとう、ジョン。ご支援に感謝します。それは私にとって大きな意味があります。君は才能があって勤勉だね。アンナ、あなたにふさわしい機会がすぐに見つかると確信しています。私もそう願っています。競争の激しい雇用市場ですが、自分のスキルと興味に合った職種を見つけようと決心しています。集中力を保ち、履歴書とカバーレターを磨き続けてください。あなたの努力はきっと報われるでしょう。そうするよ。ジョン。面接の準備や興味のある企業のリサーチもしています。それは賢いアプローチです。十分な準備をしておくと、面接での自信が高まります。絶対に。励ましてくれてありがとう、ジョン。応援してくれる人がいるとやる気が出る。アンナ、あなたはすべての支援を受けるに値する。私はあなたの能力を信じており、できる限りのお手伝いをするためにここにいます。レッスン18、ライドシェアリングサービス。アンナ、ライドシェアリングサービスを利用したことはありますか？はい、持っています。特に急いでいる時や、知らない場所に旅行する時にとても便利です。便利そうですね。正確にはどのように機能するのでしょうか？スマートフォンに配車アプリをダウンロードし、アカウントを設定して、必要な時にいつでも配車をリクエストするだけです。使用しても安全ですか？ライドシェアリングサービスについて、様々な意見を聞いたことがあります。他の交通手段と同様に、予防策を講じることが不可欠です。配車を予約する前に、必ずドライバーの詳細を確認し、レビューを確認してください。それは良いアドバイスです。そのことは心に留めておくよ。特におすすめの配車アプリはありますか？最も人気のある配車アプリは Uber と Lyft です。どちらも大きな存在感を示し、多くの都市で信頼できるサービスを提供しています。どちらのアプリもダウンロードしてアカウントを作成し、サービスを使い始めることができます。推薦してくれてありがとう。次の旅行では、それらのアプリの一つを試してみます。どういたしまして、ジョン。便利で、多くの場合費用対効果の高い移動手段です。ただし、事前に乗車の計画を立て、ピーク時には料金が急騰することにも注意してください。それを心に留めておくよ。アンナ、ご指導に感謝します。新しいサービスについて学ぶことはいつでも役に立ちます。レッスン19、キッチンの効率化。アンナ、キッチンの効率を上げる方法をずっと考えてたんだ。食事の準備中はかなり混乱することがあります。完全に同意するよ。ジョン。プロセスを合理化し、物事をより管理しやすくすることが重要です。私たちに何を提案しますか？まず、キッチンツールと調理器具を整理することから始めましょう。必要なものを簡単に見つけられるように、すべての場所を指定しておく必要があります。いい考えだね。ジョン。すべてを適切な場所に保管しておけば、必要な時に探すのに時間を無駄にすることがなくなります。まさに。さて、キッチン家電に取り掛かりましょう。それらが効率的に機能していることを確認するために、定期的に清掃とメンテナンスを行う必要があります。同意した。
定期的なメンテナンスを行うことで、予期せぬ故障を防ぎ、土壇場でのフラストレーションから解放されます。次に、事前に食事の計画を立てる必要があります。こうすることで、食料品店に何度も足を運ぶ代わりに、買い物リストを作成して必要な食材をすべて一度に購入できます。それは賢いアプローチだ。時間の節約になり、料理を始めるときに必要なものがすべて揃います。最後に、料理のタスクを2人で分担できます。力を合わせることで、食事の準備をより早く、より効率的に完了することができます。これ以上同意できないわ、ジョン。仕事量を分担すれば、その過程はよりスムーズで楽しいものになるだろう。絶対に、キッチンの効率化は時間の節約になるだけでなく、料理体験を全体的に楽しくしてくれます。効率と楽しさのバランスを見つけることに全力を注いでいることを嬉しく思います。自分を大切にし、その過程を楽しむことが大切です。間違いない、アナ。料理の楽しさを犠牲にすることなく効率よく働ける。これらの変更を実施して、キッチンでの時間をより生産的にしましょう。レッスン20、完璧な服を見つける。アンナ、あなたはいつも様々な衣装で素敵に見えることに気づきました。洋服を買うために行くお店はありますか？ありがとう、ジョン。買い物したい店はたくさんある。探しているものと欲しいスタイル次第です。それは面白い。あんなにおしゃれな服をどうやって作っているのか、いつも驚かされます。ぴったりな服を見つけるコツはありますか？まずは、自分の体型を知り、どんなスタイルが自分を引き立てるのかを知っておくことが大切です。そうすれば、自分のベストな特徴を際立たせる服を見つけることに集中できます。なるほど。つまり、自分の体を理解して、自分の自然な美しさを引き立てる服を選ぶということですね。まさに、ジョン。ワードローブにいろいろな服があるのもいいですね。いろいろな服を組み合わせてユニークな服を作ることができます。それは理にかなっています。用途の広いワードローブがあれば、毎回全く新しい服を購入しなくても、様々なルックスを作ることができます。正確に。そして、服を買う前に試着してみるといいでしょう。そうすることで、ぴったりフィットし、自信を持てるようにすることができます。そのことを覚えておくよ。穴服を試着することは、見た目も着心地も良いことを確認するための重要なステップです。最後に、様々なスタイルを試すことを恐れないでください。ファッションは自分自身を表現することですから、楽しんで、冒険心を持って服を選んでみてください。私はそのアドバイスが好きです。アナ、新しいスタイルを試すのはエキサイティングで、自分に最も合ったものを見つけるのに役立ちます。レッスン21、与える喜びを分かち合う。アンナ、クローゼットを調べていたところ、もう着ていない服がたくさんあることに気づきました。寄付した方がいいかも。いい考えだね。ジョン。服を寄付することは、地域社会に恩返しをし、困っている人を助ける素晴らしい方法です。明日やるよ。もう着ない服を全部集めて、服の寄付を受け付けている地元の慈善団体や団体を探します。どうもありがとう、ジョン。あなたの寄付は誰かの人生に変化をもたらし、服を受け取る人たちに喜びをもたらすでしょう。特に特定のアイテムが不要になったり、使用しなくなったりした場合は、
持っているものを他の人と共有することが重要です。恩返しは意味のある行為です。絶対に、ジョン。私たちはいつも恵まれない人々に気を配り、彼らを支援する方法を見つけるべきです。完全に同意します。アナ。小さなジェスチャーだけど、誰かの人生に大きな影響を与えることもある。寄付できるのは服だけではありません。他にも、本、おもちゃ、家庭用品など、困っている人に送ることができるアイテムはたくさんあります。そうだね、アンナ。与えるのは服だけじゃなくていいんだ。他の人を支え、彼らの生活にポジティブな変化をもたらす方法を見つけることです。まさに。また、与えることは物理的なアイテムに限定される必要もありません。また、ボランティアをしたり、様々な方法で他の人を助けることで、時間とスキルを与えそれはることも本できます。当です。貢献して喜びを広める方法はたくさんあります。それは自分の心に響くものを見つけ、他の人を助けるために真摯に努力することです。そして、与える喜びは、受け取る人だけでなく、送る人自身も感じます。それは優しさと思いやりの美しいサイクルです。アンナ、これ以上同意できない。与えるという行為は信じられないほど充実感があり、寛大さと共感の重要性を思い出させてくれます。ジョン、与えることを私たちの生活の一部にしよう。寄付であれ、ボランティアであれ、その他の親切な行為であれ、喜びを分かち合い、世界に良い影響を与え続けましょう。賛成だよアンナ。与えるという精神を受け入れ、一つずつ親切な行為をして変化を起こしましょレッスン22にて調理する。今は煮るだけです。トロトロになったら、ジャスミンライスを炊きましょそれは計画のように聞こえます。煮込むと味がうまく溶け合う。どれくらい煮ればいいの？約30分で十分です。これにより、すべての材料がブレンドされて風味が増すのに十分な時間が与えられます。素晴らしい。トロトロになったら、ジャスミンライスを用意しましょう。好きな炊き方はありますか？普段は吸収法を使います。まず、米をすすいで余分なでんぷんを取り除く必要があります。次に、鍋で水と混ぜて沸騰させます。沸騰したら火を弱め、鍋に蓋をして、水が吸収されるまで約15分間煮ます。それは十分に単純に聞こえます。トロトロトロの具合を確認しながら、ご飯をすすぎ始めます。確かに、いいですね。そこに何もくっつかないようにそっとかき混ぜます。ご飯をすすぎているのになぜ煮ることが重要な調理技術なのか教えていただけますか？煮ることは、材料をゆっくりと均一に火が通すので重要です。また、硬い部位の肉を柔らかくし、スパイスや調味料の風味を料理に染み込ませるのにも役立ちます。それは理にかなっています。そこで、煮込むことで、すべての材料にしっかりと火が通り、風味がよく分散されていることを確認しています。まさに、料理に豊かで複雑な味を出すのに最適な方法です。ご飯は炊き上がったと思います。それを鍋に入れましょうか。はい、どうぞ。すすいだご飯を適切な量の水を入れた鍋に加え、前述の手順に従います。
よし、そうするよ。ご飯は煮物にぴったり合います。確かに、ジャスミンライスを一緒に煮て炊くと、美味しくて満足のいく食事ができます。味わうのが待ちきれません。とろとろの料理の香りがもう食欲をそそります。忍耐が鍵です。とろ火で煮るほど風味が強くなり、ご飯との相性も抜群です。今日は煮て料理することにしてよかったです。新しいテクニックを学び、手作りの食事を楽しむのに最適な方法です。絶対に、一緒に料理するのは楽しいだけでなく、料理のスキルを伸ばす素晴らしい方法でもあります。レッスン23、ニュースソースの分析。さまざまなニュースソースを批判的に分析しますか？今の世の中で身につけるべき重要なスキルだと思います。同意した。非常に多くの情報が入手可能なため、信頼できる情報源と信頼できない情報源を区別できることが重要です。絶対に。では、これらのスキルは習得できると思いますか？間違いなく、批判的な考え方を身につけ、いくつかの戦略を用いることで、ニュースソースをよりよく評価できるようになります。それは本当です。一つのアプローチは、情報を複数の情報源と照合して正確性を確保することです。はい、クロスチェックはニュースに存在する矛盾や偏見を特定するのに役立ちます。さらに、情報源の信頼性と著者の資格を確認することで、貴重な洞察を得ることができます。絶対に。情報源の評判と著者の専門知識を確認することは、情報の信頼性を判断するのに役立ちます。また、フォローしているニュースソースに偏りがある可能性に注意することも重要です。はい、偏見は情報の提示方法に影響を与え、ニュースに対する私たちの理解にも影響を与える可能性があります。自分の偏見に気づき、多様な視点を求めることで、よりバランスの取れた視点を得ることができます。それは素晴らしい点です。様々な意見に自分自身をさらけ出し、複数の視点を考えることが不可欠です。確かに、批判的な分析には、オープンマインドと提示された情報に疑問を投げかける意欲が必要です。これ以上は同意できませんでした。健全な懐疑心を持ってニュース消費に取り組むことが極めて重要だ。絶対に、ニュースソースを批判的に分析することで、より多くの情報に基づいた意思決定を行い、周囲の世界をよりよく理解することができます。同意した。これは今日入手可能な膨大な量の情報をナビゲートする上で役立つ貴重なスキルです。ですから、批判的分析スキルを磨き続け、信頼できる情報源を探しましょう。教訓24、安全を優先する。問題ありません。安全が第一だ。みんなの健康を確保するために他に何かできることはありますか？安全を優先していただきありがとうございます。ご心配ありがとうございます。また、全員が安全プロトコルを認識していることを確認する必要があります。絶対に、安全対策に関する明確なコミュニケーションが不可欠です。関係者全員に詳細な指示とリマインダーを提供する必要があります。
はい、そうすれば、安全を確保するために必要な予防措置を誰もが認識できます。また、オープンな対話を奨励し、人々が懸念や疑問を気軽に表現できるようにする必要があります。それは素晴らしいアイディアだ。安全でオープンな環境を作ることは信頼を育み、効果的なコミュニケーションを可能にします。さらに、定期的な安全チェックと検査は、潜在的な危険を特定し、迅速に対処するのに役立ちます。間違いなく、すべての人にとって安全な環境を確保するためには、リスクの特定と軽減に積極的に取り組むことが重要です。また、誰かが安全上の問題や危険に気づいた場合は、すぐに報告して、迅速に解決できるようにする必要があります。絶対に。迅速な報告と行動は、事故を防ぎ、安全な職場や生活環境を確保することができます。また、すべての人が安全プロトコルを理解し、それに従うことができるように、適切なトレーニングとリソースを提供する必要があります。はい、誰もが安全を確保するための知識とスキルを身につけられるようにするには、適切な教育と訓練が不可欠です。安全は共通の責任であることを覚えておくことが重要です。安全な環境の維持には、誰もが積極的に参加すべきです。これ以上は同意できませんでした。誰もが安全に気を配れば、安全で保護された空間を作ることができます。ですから、安全を優先し、関係者全員の健康を確保するために必要な予防策を講じ続けましょレッスン25、適切なミルクの選択。普通の牛乳だけで十分です。1週間持ちこたえるには十分だ。いいですね。レギュラーミルクは用途が広く、様々なレシピや飲み物に使用できます。それは本当です。多くの家庭で主食となっており、必須栄養素を供給してくれます。通常の牛乳は、カルシウム、タンパク質、ビタミンの優れた供給源であり、栄養価の高い選択肢です。また、ほとんどの食料品店ですぐに入手できるため、購入に便利です。はい、アクセシビリティは間違いなくプラスポイントです。レギュラーミルクは一般的で広く入手可能な選択肢です。ただし、食事制限や好みにより代替ミルクが必要な方もいらっしゃるかもしれません。それは本当です。乳糖不対症の方やビーガン食をしている方には、植物由来の牛乳の代替品があります。アーモンドミルク、豆乳、オートミルクなどの植物由来の代替品は、特定の食事が必要な人に適しています。植物由来の代替ミルクには様々なフレーバーがあり、通常のミルクと同様に使用できます。適切な牛乳を選ぶ際には、個人の好み、食事の要件、使用目的を考慮することが重要です。絶対に。自分のニーズに合った牛乳を選ぶことで、味と栄養面の両方のメリットを享受することができます。それでは、とりあえず、通常のミルクを使って、1週間中持ちこたえるのに十分な量があることを確認しましょレッスン26、古代遺跡の探検。古代遺跡の探索を考えたことはありますか？魅力的で教育的な体験になるかもしれません。私はいつも古代文明とその建築の脅威に興味をそそられてきました。遺跡を探検するのは素晴らしいアイディアのように思えます。
古代遺跡では過去を垣間見ることができ、地域の歴史と文化に関する貴重な洞察が得られます。それは本当です。そうすることで、その時代に生きていた人々とつながり、彼らの生き方を理解することができます。古代文明の建築の偉業を見て、その創意工夫に驚嘆するのは信じられないほどです。絶対に。これらの遺跡の複雑なデザイン、職人技、文化的意義は畏敬の念を起こさせます。古代遺跡を探索することは、私たち自身の現代生活について内省し、より深く理解する機会にもなります。はい、人類の歴史という壮大なタイムラインにおける私たちの位置を理解し、謙虚な気持ちを育むのに役立ちます。さらに、古代遺跡を訪れるには、多くの場合、新しい場所に旅行したり、さまざまな文化に浸ったりする必要があります。それは素晴らしい側面です。これにより、視野を広げ、多様な視点から学び、世界の美しさを理解することができます。これらの体験には、その場所とその歴史的意義を尊重して取り組むことが重要です。絶対に。これらの貴重な遺物を保存し保護するために、定められているガイドラインや制限にはすべて従うべきです。それでは、古代遺跡を探索する旅を計画して、発見と不思議の旅に出かけましょう。その展望にワクワクしています。歴史や文化への理解が深まるような豊かな経験になるでしょう。確かに、過去の秘密を解き明かすために、冒険の調査と計画を始めましょう。レッスン27、コンテンツとビジュアル。英語学習教材の改善を考えていました。ビジュアルコンテンツをもっと取り入れることについてどう思いますか？それは素晴らしいアイデアのようですね。ビジュアルを使うと、学習体験がより魅力的で記憶に残るものになります。画像、図、さらには動画を使ってレッスンを充実させることができます。間違いない。ビジュアルは学習者が複雑な概念をよりよく理解するのに役立ちます。さらに、コンテンツをより魅力的で楽しいものにすることができます。絶対に。様々な学習スタイルに対応することが重要です。ビジュアルは視覚学習者にとって特に役立ちます。また、視覚学習に傾倒している人にとっては役立つ助けにもなります。そうだね。ビジュアルを使用することで、幅広い学習者にアピールできる多感覚学習体験を提供できます。これにより、授業がより身近で効果的なものになります。完全に同意します。また、インフォグラフィックやチャートを使って情報を明確かつ簡潔に表示することも検討できます。これにより、学習者は重要なポイントを素早く把握し、情報をよりよく記憶することができます。それは素晴らしい提案です。インフォグラフィックは、情報をまとめて視覚的に魅力的な形式で提示する優れた方法です。統計やステップバイステップのプロセスが関係するトピックに特に役立ちます。まさに。また、クイズやドラッグ&ドロップアクティビティなどのインタラクティブな要素を追加して、学習体験をよりインタラクティブで魅力的なものにすることもできます。それは素晴らしいアイデアです。インタラクティブな要素を追加すると、積極的な参加を促し、学習の強化に役立ちます。これにより、レッスンはより楽しく効果的なものになります。そう思ってくれて嬉しいよ。これらの視覚的要素の実装について議論するミーティングを予定しましょう。
アイデアを出し合い、英語学習教材を強化する計画を立てることができます。素晴らしいですね。楽しみです。ビジュアルコンテンツは間違いなく私たちの英語学習リソースを高め、よりインパクトのあるものにしてくれるでしょう。レッスン28、バングルブレスレット。最近、バングルブレスレットがとても人気があることに気づきました。身につけることを考えたことはありますか？それは良い考えのように思えます。コレクションに追加する新しいアクセサリーを探しています。バングルブレスレットはスタイリッシュで多用途なチョイスです。絶対に。バングルブレスレットは様々な装いを引き立たせ、どんな装いにも優雅さを添えます。様々なデザインや素材が揃っているので、自分だけのスタイルを表現できます。それは本当です。いろんな服と簡単にミックス&マッチできるアクセサリーはありがたいです。全体的な見栄えを良くする素晴らしい方法です。間違いない。バングルブレスレットは単独で着用してミニマルな外観にすることも、重ねて着用してより大胆な印象を与えることもできます。様々な場面や気分に合わせて様々な組み合わせを作成できます。私はバングルブレスレットの多様性が好きです。これによりクリエイティブになり、様々なスタイルを試すことができます。さらに、友人や愛する人への素晴らしい贈り物にもなります。素晴らしいアイディアですね。バングルブレスレットはおしゃれなだけでなく、プレゼントとしても意味があります。贈る人の個性や興味に響くデザインを選ぶことができます。絶対に。相手のスタイルに合った贈り物を選ぶのに苦労したことを示す心のこもったジェスチャーです。きっと喜んでもらえると思います。あなたが同意してくれて嬉しいです。バングルブレスレットはトレンディーで流行に左右されないアクセサリーで、どんな装いも引き立ててくれます。コレクションにいくつか追加することを検討する価値はあると思います。レッスン29、ミレニアル世代へのアプローチと栄養。ミレニアル世代へのリーチに関しては、ソーシャルメディアとオンラインプラットフォームが効果的だと聞きました。どう思いますか？それは本当です。ミレニアル世代はテクノロジーに精通し、かなりの時間をオンラインで過ごすことで知られています。ソーシャルメディアやオンラインプラットフォームを活用することは、このようなユーザー層と交流するための優れた方法になり得ます。有益で視覚的に魅力的なコンテンツを作成することで、人々の注意を引き、栄養と健康的な生活に関する貴重な情報を届けることができます。その通りだ。様々なソーシャルメディアチャンネルを通じて、素早く簡単なレシピ、栄養に関するヒント、健康関連の記事を共有できます。これにより、ミレニアル世代は自分の都合の良い時に便利に情報にアクセスできます。インスタグラム、フェイスブック、YouTube などのソーシャルメディアプラットフォームは、幅広い視聴者にリーチし、栄養と健康に関するインタラクティブなディスカッションを行う機会を提供します。正確に。質問をしたり、投票を行ったり、ライブ Q&A セッションを開催したりすることで、ミレニアル世代に積極的に参加してもらうことができます。エンゲージメントを高め、コミュニティ意識を醸成する素晴らしい方法です。それは素晴らしい点です。地域社会を育み、対話を奨励することで、栄養というテーマをより親しみやすく、ミレニアル世代にとって身近なものにすることができます。絶対に。また、ミレニアル世代の間で大きな支持を得ているインフルエンサーやオンラインパーソナリティを活用することもできます。
彼らと協力して健康的な食習慣を促進することは非常に効果的です。それは賢い戦略です。インフルエンサーと協力することで、既存のオーディエンスを活用し、ミレニアル世代の間で信頼を得ることができます。これは双方にメリットのある状況です。これ以上は同意できませんでした。ミレニアル世代は自分がフォローしているインフルエンサーや関係のあるインフルエンサーからの推薦を信頼する傾向があります。これは私たちのメッセージを広め、より健康ソー的なライシャルメディア、フスタイオンルを促ラインプラッ進するトフォーム、効果的インフルエな方ンサーとのコ法です。ラボレーションを組み合わせることで、ミレニアル世代に働きかけ、栄養と健康を優先するよう促す強力な戦略を立てることができます。